素晴らしいヴィンテージのデニムが入荷しましてご紹介したいと思います。突然入ってきましたので洗濯が間に合ってないという状況なんですけれども、こちらから紹介させてもらいます。結構ですね履き込んだ感じなんですけれども、ストロングホールド、リーバイスではないんですけれどもストロングホールドというロサンゼルスの、ブランドですね。で、これディティール見ていただくと、ベルトループがついてません。でサスペンダーボタンもちょっともう、ちょっと劣化して壊れてる部分もいっぱいあるんですけれども、こちらに布のパッチがあります。でここにストロングホールドというふうに普通入るんですけれども、ボタンもねトップボタンも錆びてちょっとボロボロです。どこで判断するかという部分ではリベットですね。リベットでスペルが書いてあります。1900年代初頭の、ジーンズです。色落ちはかなり綺麗な色落ちしています。ベルトループなしのバックルバック。バックルのもう金具もちょっと外れてしまってるんですけど、サスペンダーボタンもちょっと錆びて、ただまだ生地自体はですねちょっと履ける状態かなと。多少リペアをしたらまだ履けるかなと思います。ただ色落ちはね素晴らしいですね。でこちらストロングホールドもうズバリサイズがですね31の20、レングス28。レングスに関してはちょっともうカットされています。内側にちょっとね折られちゃってるので、巻き込めば、一応2センチぐらい出るかなと。ということはレングス29ぐらいまでは持っていけると思うんですが、こちら1900年代初頭のストロングホールド、お値段ズバリ39万8000円です。過去にですねうちもこれと同じ年代のもの多分、2、3本売っております。だいたい100万オーバーでした。で今回はちょっとパーツがですね、ちょっと劣化しているのと裾も上げられてるとかあります。ただアーケードが入ってたりとかっていくポイントとしては、結構高いかなと。それで39万8000円であれば、ちょっと古いジーンズの好きな方だったらお得かなと思います。まず1本、皆さん大好きな、リーバイス 506XX、S506 ですね。対戦モデルになります。フラップなし、ボタンはリーバイスボタンなので、いわゆる月桂樹ボタンと2つ種類ありますが、リーバイスボタンなので一応年代的にも対戦モデルの中で古いタイプですね。初期の対戦モデルという言い方をしていいと思います。色は、落ちてます。で襟元ですねちょっとダメージきてます。これはリペア可能かなと思います。サイズ的に実数測って今が40ぐらいなので、表記が多分おそらく42ではないかなと。後ろもこんな感じなんですけれども、バックルもちょっと錆びてますが黒のラッカーのバックルを使ってます。そういったディティールを全部見た上で、いわゆる1941年とか42年とか、いわゆる戦争始まってすぐの頃の、S506XX っていうのが分かります。こちら程度でまたサイズがいいですね。やっぱ40実数あるってことは大きめなので、こちらで49万8000円になります。同じく、セットアップですね。リーバイスの S501XX、501の対戦モデルですね。サイズが33の31、結構ゴールデンサイズです。パッチが今ないんですが、パッチがあれば34の33とか34の34とか、いわゆるゴールデンサイズというサイズですね。結構色落ちは綺麗です。ただちょっとオイル染みのようなちょっとシミがですねこの辺と、あと後ろちょっとこの辺と、オイル染みがあります。対戦モデルといえば本当最近いろんな市場がね市場で相場が上がってきてしまってるんですが、こういったちょっとオイル染み、これもでも雰囲気といえば見ていただけるかなと思うので、
あとちょっとですね、赤タブも一応ちょっと欠損してます。対戦モデルならではのこのペンキーステッチっていう言い方なんですが、ほとんど見えません。でトップボタンがリーバイスボタンの下がドーナツです。もうザ対戦モデルというのが、あともう隠しシルエットがもうこれ、シルバー色してるってことはもう鉄ですね。通常カッパー銅を使ってますが、もう明らかにピカピカなシルバーの色してますので、こういったもうディティールは完璧だと思います。この状態、でも生地はまだしっかりしてます。やはり対戦モデルだなっていうこのちょっと厚い生地、色の深みもあります。こちら、33の31で49万8000円に消費税ですけれども、この対戦モデル本当に人気が今あるので、こういったちょっと汚れって言い方あれですけれども、こういったのが雰囲気がお好きな方にとっては、お手頃いい商品かなと思います。ここからですね、どんどん古いのに行きます。久しぶりの入荷かなと思います。501WX1922 年モデル、色落ち見ていただいたら分かるんですけど、結構激しく色落ちしてます。股とかにですね、ちょっとこうクロス、こういう縦にダメージと、ここの内側、リペアは結構あります。あと裾の部分ですね、裾上げされてしまってます。リペアも入ってます。これだけ綺麗な色落ち、あと激しく履いてるのにレザーパッチはまだ残ってます。あとバックルバックの金具も生きてます。サスペンダーボタンも錆びてはいつつも、全部残ってます。そしてサイズ、実寸で34の31、おそらくレザーパッチの表記で36の33とかですかね。まだまだ全然履けます。22年履きたいなって思ってる人にとっては結構、おすすめかなと思います。僕も501のこの本の時にですね、これに22年モデルに載ってるのはもともと僕の私物だったので、僕も22年所有してたことがあります。実質3431でお値段79万8000円に消費税です。この年代なかなか手に入れることって難しいと思うので、そういった意味ではお値段的にも少し安めかなとは思います。同じく1922年モデル 501WX の、1922モデルですね。こちら先ほどの22とちょっと色の雰囲気違うと思います。僕はこの表現としてこう緑がかって落ち方をするっていうふうにちょっとこう緑っぽく言っちゃうんですけれども、おそらく生地の会社が違うのかなと。アモスケーグ社っていう会社を使ってた生地かなと。これちょっと独特な色の感じです。先ほどの、こちらの22とは明らかにこの色が違います。あと年代的に、古いディティールを使ってます。ただボタンとかですね、これちょっともうかなり来てます。ちょっとこうダメージが来てるところにさらに、リペアボタン、この後このボタンは後付けです。ちょっと特徴的なのがボタン錆びてしまってるんですけど、真ん中がちょっとこうくぼんでます。これ22年モデルでもいわゆる初期の頃のディティールで使われてるなと。なので22年から次は37年の手前なんで36年までという、おそらくこちらは20年代のジーンズだと分かります。チンチバッグもついてます。しかもレザーパッチも結構綺麗に残ってます。ただチンチバッグの金具がちょっと変えられてます。ただ色落ちとサイズが実寸で35のレングス30、裾はオリジナルです。中のちゃんと耳も、もう白耳ですかね。これちょっとこう昔、ね、古い年代ならではこう太めの耳使ってたりとか。でこちらサイズ実寸で35の30、1922年モデルで100万に消費税になります。ちょうど、YouTube でもやりましたね。22の程度のいいの状態良くて250万っていうのを出しました。
ただこれはもう本当いわゆる雰囲気系って言い方するとあれなんですが、この色好きな方にとっては、かなりおすすめかなと。そしてこちらが、一応最後もう一本です。見ていただくと、分かるんですがベルトループがついてません。こちらはベルトループを、取られたとかじゃなくもともとついてない。一応ディティールをですね見ていくと、ボタンを外して内側を見ていただくと、こちらチェーンステッチを使ってます。そして、リペアはですねこれも結構入ってます。膝も、お尻も、あとボタンもちょっと錆びてます。ただ、いわゆる古いボタンですね。こちら下の無刻印のボタン使ってます。あとボタンもセンターがへこんでるとか、いわゆる1915年から先ほどのベルトループがつく次の年代なんで22年までの間だから15年から、21年までという、1910年代のジーンズ。この前が1901年モデルっていう形になったり、その次が、1906年モデルっていうふうに順番になるんですが、この15年モデルって結構僕も本数は見たことないです。やっぱりこの古いジーンズ、このレベルのものを履いてる時、やっぱり僕もやっぱり勉強したいなと思っていろいろディテール見ます。でここはチェーンステッチだな、ここシングルだなとかっていう、その中でこのチェーンってことは1915年以降のジーンズだなっていうのが分かるんですけれども、これだけ、ダメージは入りつつも、あとこう裾のこの部分、多分切られてしまったものを多分、アメリカでだと思います。リペアという意味で別のちょっと生地なんですが、ちょっとリペアされています。この年代の本当程度のいいのとか出てきたらかなりとんでもない値段だと思います。サスペンダーボタンも、1、2、3個ちゃんと残ってます。あとバックルも、真珠バックもこれちゃんと生きてます。でこちらで79万8000に消費税。ダメージあります。ただこの辺の年代のジーンズが、ちょっとこういう形で数入ってくるっていうのは、うちもかなり稀なのでこういう形で紹介させていただいたんですが、今日届きました。値段を決めさせてもらって、これから実は選択します。この年代のジーンズを洗うって勇気いると思いますし、ちょっとホコリがですねやはり結構ついてるなと。これをやっぱりきれいに一回洗ってあげると、もうちょっとこう見た目がバキッと良くなるなっていうのは自分はもう経験済みなので、こちらビヨンネックスの、デニムウォッシュですねの洗剤で、洗おうと思います。ちょっとレザーパッチとかが残ってたりするので、お湯ではなくちょっとほんと軽いぬるま湯ぐらいですねでちゃんと洗って、つけ置きして脱水までして、レザーパッチはちゃんと濡れないようにっていうやり方で僕はやろうと思うんですが、洗濯し終わってから店頭に出す予定です。1915年から22年モデル、プラス対戦モデル、久しぶりにこうちょっとこうわっと自分も思いました。これよりさらに程度が良ければもちろん200万300万っていう値段になってしまうんですが、一応100万以内で、抑えられるって言いますか、ちょっと頑張って値段をつけさせてもらったんですが、今回ね3連休なんですが、選択して月曜日の、4日には、店頭の方に並べられるかなと思います。ご興味ある方は、ぜひ、ご来店いただくか、お問い合わせいただければ僕はお答えできますので、ぜひよろしくお願いします。